よ。じゃベルセルクー。今回は、グリフィス受肉後の人について語りたい。このカッコ悪い奴ら。カッコ悪いんですかね。私はカッコ悪いと思います。しかし当然ですが感想を押し付けるなんてできるわけもない。いろんな見方があっていい。みんな違ってみんないい。小賢しい一般論。どこがカッコ悪くて前半と何が変わってしまったのか。変わったのはわかるぜ。まず前提を話して悪口言って締め、こういう流れでいきます。悪口言うんだ。もうネット上でこすり尽くされてるやつだから、オリジナリティもないし適当に聞いていただきたい。責任回避無理だよ。じゃスタート。グリフィスが受肉し、これを境に人たちの行動は一変。グリフィスに従い、しかも人間と共に軍隊という形式をとっています。人ってみんな個別にやりたいことがあったよな。だったね。しかしこの欲望より、鷹に従うことを優先している。グリフィスに従う方が気持ちいいし、望むままを行っている状態なのでしょう。統制されて、やたらに人を害する存在ではなくなったよ。前半からは考えられないぜ。しかし、マンマデンや人肉を欲する描写はある。使徒の怪物性は変わっていない。その姿のまがまがしさもそのままです。やっぱ化け物ではあるのよ。でも幹部はかっこいいじゃん。まあ見た目はかっけーよね。見た目だけ？彼ら幹部は受肉後の人の象徴と言っていいかもしれない。一方、今のところ唯一鷹に組みさない人。ガニシカ大帝。フィジカル生かしたパワー系人が多い中、霧状の体を持ち、雷を操るなど異彩を放っている。まともに戦うのも難しい。最強使徒だぜ。快感に流されることを拒絶し、シャアンの王として鷹に挑む。しかも魔の力について研究してたり、人造とはいえ2度転生し、より強くなろうとしたりする。他の人と全然違うな。そうだね、他のあらゆる人と全く違う。意志の力で本能をねじ伏せたガニシカは、まさしく、少なくとも奴隷ではない。さすが大帝。そんで努力の結果、最悪そのもののような存在にまでなり果てる。シバシン。グリフィスの旗のもと、人間と人が団結し、対ガニシカのため共闘します。壮大なシーンだぜ。そしてガニシカ大帝はグリフィスに乾杯。ガニシカの体を媒介に世界が変わっていく。ファンタジア。結果としてグリフィスへの貢献も並ぶものがない。なんか利用された感じ。ファンタジア成立後、新鷹の弾の主な敵は、カクリオの生物たち。人とは違う怪物。このカクリオの生物たちによって、大陸の国々は壊滅してしまったらしい。暗黒時代。小規模な例外はいくつかあるようだけど、ファルコニアは唯一残った人類の生存権。ここを守り、人類の半島を広げるため、鷹の弾は剣を振るっている。なんか自作自演感ある。そうね、でもやっちゃったもんはしょうがない。まあ頑張ってもらうしかないが。さらに大きいのが、ガニシカ討伐を経て、人間に人の存在が受け入れられた点。なんか飛んでるな。人という存在そのままに社会の構成員になっている。前は正体隠したりしてたぜ。ダイバによるとありえぬ。ダイバさん。ここを。ねえ。やっぱいびつさもあると思うの。何が？まずゾットさんですよ。ゾットかっこいいだろう。ゾットは5巻の初登場から、ガッツとグリフィスを圧倒し、要所要所で活躍している。ビジュアルも素晴らしい。異名はノスペラトゥーのゾット。強さはもちろん、戦いが全てってキャラクターも強烈。印象的なシーンがたくさんある。褒めてるよね。世界の広さ、深さを体現する神秘性もあった。意義なしだ。昔は、二つのシーンを境にゾットは変わってしまう。夢かうつつかわかんないけど、とにかくグリフィスに負けた。そして忠誠を誓う、この二つ。別に悪くないでしょ？流れはよくわかる。それに絶対者グリフィス相手ですから、負けて従っても当然と言えます。そうだぜ。一回は向かっていったし。ただ、決定的に失ってしまったものがあるんよ。なんだよ。具体的な描写で言うとこれ。別に違和感ないぜ。鷹に服従した後ゾットさんがこんなこと言ってももう説得力ない。なんでだよ。横に強者いるんだから、そっち行って味わえばいいよね。それは。なのに行かないねゾットさん。目の前の絶対勝てない相手はきちんと避ける。勝てそうな相手なら行く。鷹に従ったことによってゾットさんの行動は打算に見えてしまうようになったの。打算。でね、服従した後のゾットさん暴れててもそこまでだって言われたらすぐやめちゃうの。お利口さんだよ。戦いが全ての神秘的な強戦士ノスペラプーのゾットはもういない。鷹に服従した時点から、相手選んで喧嘩売るお利口な乗り物ゾットさんにキャラ変してしまったわけ。言い過ぎじゃないかな。昔こんなことも言ってました。自分が有利な時はむちゃくちゃ言うんだよ。なのに負けたら土下座。
角折られたけど、心臓動いてるし体もちぎれてないのに遭空同芸だ。言ってることとやってること違うよね。違うけど。あと他と比べちゃうのもある。ゾッドさんがライバル視するドクロの騎士、そしてガッツ、さらにが西方大帝。彼らは鷹に挑んでいる。まず勝ち目はない。でも彼らは諦めない。中でも大帝、人のみで堂々と鷹に宣戦布告してたね。信念貫いててかっけーよなー大帝は、それに比べてさ。ゾッドさん。そんでゾッドさんかっこ悪くねって一回思ったら過去も含めて気になりだしたんだよね。そういやドヤ顔で予言外してたなとか、ワイヤルドと近況話す仲名の引くわとか、友とか言ってっけどドクロさんからしたらうざがらみしてくる腐レーンの中ボスだなとか、でも足も出なかったやつの護衛気取ってんの滑稽やめろ。ちょっと俯瞰して言うと、ゾッドの変化は使徒全体の役割変化の一端です。前半の使徒はそれぞれ独立した目的を持ち、傍若無人だった。しかしグリフス受肉後、使徒たちはその従順な部下になる。ゾッドは黄金時代編から活躍し出番も多い。使徒といえばゾッド、と言っても過言ではない。一番目立つから、特にかっこ悪く見えちゃう面もあるでしょうね。ゾッドさん。あのゾッドが、っていうさ、インパクトも抜群だったし、それはあったぜ。で、まあ、いろいろ言ったけれどもね。ゾッドさんが幸せなら、それはそれでいいんじゃないかな、という気もする。親戚のおばちゃんかな。ゾッドには蓄積がある。そりゃ愛着も湧きますよ。人によっては30年ぐらい見てるわな。でも蓄積あるゾッドなら、まだかっこ悪さを挽回できるはず。ミコもなんか言ってるし。ゾッドさん超頑張れ。次はグルンベルドの悪口を言います。まだやるの？一応意図があるんで我慢して聞いてください。ほんとかな？初登場シーン。見るからにでかい質予想、ただものじゃない感ある。振る舞いも素敵。その後も戦で活躍したり、ソーニャ助けたり。今のところ悪口必要ないぜ。そうね。でもね、26巻から始まるフローラ帝の戦い。思い出した。グルンベルドが長尺で活躍する最大の見せ場です。ただ活躍の仕方があれなんだよね。他はいいのに、サジェストがこんな感じなのは、クズ、無人気取り。ひとえにこのシーンのグルンベルドが無様すぎたから、だよね。無様て。じゃあ見ていきましょう。登場シーン。改めてでっけーぜ。そして、早速の言い訳、本当の俺はこんな奴じゃない、的な。責任を上司にすりつけるのも忘れない。武人として一騎打ちを所望してスタート。武人としてか。この時のガッツはいろいろあってボロボロなんだけれども、そのガッツを武人って言葉を連呼しながら、一方的にぶっ飛ばして、殴って、踏んづけて、そして罵倒しまくる。なんだ貴様、ぬるい、ふぬけ、つって。強いな。グルンベルドにとって、武人というのは何か崇高な規範のようです。そうね、怒ってるぜ。そしてガッツ。ガッツさんマジレス。これ作中屈指のツッコミだと思うよ。そら無言で蹴っ飛ばすしかないわ。その後ガッツにとどめを刺そうとしますが、邪魔が入り、ガッツは強戦士の甲冑、起きてしまう。とんでもない動きのガッツ。グルンベルドは押し込まれ、大砲をぶち込まれ、切りつけられて膝をつく。ここ動きの感じすげー好き。そしてこの2つのセリフ。これ、後で詳しくやります。詳しく？その後は仲間と囲もうとしたり、いちいちご自慢の一品が通用しなかったって報告くれたりする。最終的にガッツたちは逃げ、フローラ邸での戦闘は終わります。流れは以上。かっこ悪さを掘り下げます。もういいんじゃないかな。まずさ、武人かどうか、ってグルンベルドの自己規定の問題じゃん。他人からすやどうでもいいよね。なのにこのシーン通じてガッツと読者に、俺は武人ってゴリゴリ押し付けてくる。なかなか鬱陶しい。そうですけど、で次このセリフ。貴様の勝ちだ、と言ってるけれど、戦いをやめるわけでも言うこと聞くわけでもない。言ってるだけで実効性がない。そうですね。つまりパフォーマンス。お前の勝ちを認めたんだから俺は潔い武人だぞ、って言いたいわけでしょ？自尊心を守るための言い訳だよね。言い訳。そしてこれ。訳すと、武人やめた。今から俺しとな。でもう一回な。役に悪意がある。自分への言い訳も終わり、自己規定を付け替えたわけ。聞いてねえのに連呼しまくった挙句言い訳一つであっさり翻すこのざま。あんなに武人言ってたのにやめちゃうんだ、みたいな呆れが発生するよ。自らの行いで俺は武人を嘘にしてしまった。ガッツの言ってた通り結局化け物じゃねえかと。そうですね。振り返ると、このセリフとか腹立つ。武人気取り。その後色々通用しないのもダメ押し感ある。変身したのにな。やっぱこのシーンのグルンベルド。かっこ悪い。はい。ただね、かっこ悪いだけで済ますのもちょっと違うと思うんよ。あら、武人ってのは人間の規範です。
でもグルンベルドはもう人間じゃない人。ピンチになったら化け物に変身しなければいけない人の本能であり、鷹の部下としての義務。従って人になった時点で、彼はもう武人を貫徹できない。じゃあ武人って言わなきゃいいのに。武人足りえないって自覚があるからこそ連呼してたのかもね。アンビバレンツ。グルンベルドの過去を見ると、人間時代から実力も地位もあり、課題もあらかた片付けている。復讐や後悔やコンプレックスやルサンチマンといった負の感情はそれほど強くないのでしょう。前半の人とだいぶ違うな。唯一化け物になってしまったことに忸怩たる思いがあるのかもしれない。とにかくですね、人間と人の違いという構造的な問題がグルンベルドの格好悪さの根底にある。この辺少し言い方を変えると、人が人間の規範を掲げても人間ごっこでしかないということ。人間ごっこ。これ新鷹の段全てに普遍できる。少なくとも幹部連中は、巻き込み。他の奴らも追い込まれたら化け物全開で開き直る嘘つきどもなんだろうな、って見えちゃう。嘘つきども。端的に言ってんのがやっぱこのセリフ。本質を見る、ガッツの真骨頂って感じです。かっこいいけど残酷。口も強いんだよな。これ人全般に使えるからね。人間らしい素振りを見せたら、化け物が今更で大体否定できる。ファルコニア崩壊するレベルのヤバい言葉だよ。ガッツさん。長くなったのでまとめましょう。フローラ邸襲撃シーンのグルンベルドは、まず言い訳がましい。そして俺は武人って自己規定を押し付けてきて鬱陶しい。しかも不利になったらあっさり保護にする。連呼から保護の流れが空想報道かっこ悪い。口悪いよ。ただ人である以上しょうがない面もある。ガッツとの戦いを通じて人間と人のズレを体現し人間ごっこは暴かれる。新鷹の段全体も人間ごっこに見える。ガッツのツッコミのせいでかっこ悪く見えるって側面も割とある。以上ですじゃねえぜ。次は人全体について。グリフィスと人たちとの関係はどんな感じなのか。色々切り口はあると思うんですが、今回はグリフィスイコール絶対者ってとこから行きます。絶対者。この言葉はすごく重いの。これ、イメージとしては神や宇宙のようなものを指す言葉だそうです。へえ、ってどういうことなの？誰が何やっても何がどうなっても絶対者ことグリフィスには影響しないってこと。それ、無敵って聞こえるけど？無敵です。やっぱ無敵なの？あくまで概念の話だけれど絶対者ってそういうもの。ガッツどうすんの？ガッツは置いといて今は人の話。置いちゃうの？人たちはその絶対者の部下ですよね。そうだぜ。絶対者の部下って何すんの？部下がいてもいなくてもグリフィスに何の影響もないはずですよね。あ、ガッツどうすんのってのと同じで部下何したらいいのこれ。やっぱ人間ごっこぐらいしかやることないのでは？また出た。人間ごっこしてると考えれば、こいつらがややアピール過剰なのも納得いくの。本質的にいる意味がないのでアピール自体が目的化してる。特にロクスのこのテンション。張り切ってますね。やる気を醸すいてもいなくてもいい部下。やめたれ。あとさ、新鷹の幹部が強いのって元からもあるにせよ、基本は人になったから、だよね？でしょうね。そんで人間ごっこ張り切ってるわけ。この辺、魔の力でロールプレイに勤しむチート野郎。なんて言い方もできます。チーター扱い？そんなのが規範ひけらかすと違和感ある。これグリフィスも一緒だけれど、チート野郎のくせに何選ぶってんの？的な。もう言っちゃう感じですね。まあロールプレイなんで過剰に言わなきゃやってらんないんでしょうけど。でもまあね、人間ごっこはいずれ必ず破綻すると思います。嫌な見方。人と人間は違うから。絶対者はともかく、ね。絶対者ゴリ押しだったので、次は描写を見ましょう。そうしましょう。グリフィスは新鷹の段を部下としてちゃんと使っている。よかったな。部下いなくてもどうとでもなりそうではあるけれど、無敵。少なくともいた方が便利には見える。特にゾットさん。そんでグリフィスと人が話してるシーンはあまりない。両者のコミュニケーションは時折下す命令ぐらい。まあ来やすい感じじゃないぜ。今のところ、グリフィスが人に対する思いなどを語ったりする描写もない。あんま喋んないしな。つうかね、ゴッドハンド時代を見ると、人の扱いってこんな感じなわけです。さすがにひどいぜ。一方、人からは熱烈な崇拝、そして執着。そもそも目の前にいるだけで至福、らしい。一方的な関係に見えます。あと人は汚れ仕事もやっている。リスクが高かったり残虐に見えるような、そういうお仕事。平等とか、廃山兵の総統とか、霊樹を焼き魔女を殺すとか。そうな。これ旧鷹の段で言うと、ガッツがやってた仕事だよね。ああ。人間たちを英雄譚に乗せる、そのための辻褄合わせを人たちがやっている感じ。盲目の白き羊。能力ゆえもあるんでしょうが、まあ正体知ってるしいいだろ、みたいな、ある種信頼というか、そういう節もあるんじゃないかね。信頼ね
まとめると、新高野団の人たちは一方的にグリフィスを慕っている。過去には明らかに存在な扱いも受けていた。ゴミ扱いだぜ。まあフォローすると、いた方が便利には見える。乗り物さん。それからガッツを引き合いに出せば、信頼と言えなくもない描写もある。タカが必要としているから、人も部下として存在しているのでしょうね、ぐらいは言っていいはず。いらなかったら剣受けねえわな。わざわざスカウトしてるし。特に幹部は役に立つ立たないを超えた何か特別な役割があるのかもしれない。でもさ、やっぱ人に対してグリフィス塩対応でしょ。そうですかね。人を引き立ててくれるキャラは別にいるの。ファルコニアには、人問わず、タカの信奉者が集まっているわけですが、一人、毛色が違う子いますよね。誰よ。ソーニャちゃんです。ソーニャか。ソーニャはタカの信奉者でありつつ、同じものを感じられる、という一点でグリフィスと同類意識を持っている。他のうぞうむぞうと自分との差に強くこだわっている。お前らと違うし、という態度が端々からこぼれています。嫌な感じ。実際違う、からね。そしてソーニャは使徒の擁護者、でもある。はいこのシーンで戸惑う人間たちに説教かましたのソーニャだからね。タカはホーマだけ言っていこう人のこと何も言わねえから、かばってくれたのソーニャちゃんだから。ソーニャちゃん、それだけでなく、話を聞いてあげたり、怒られてあげたり、予言で忠告してあげたりする。悲しいクリーチャーたちを引き立てるのは、大体いつもソーニャちゃん。またソーニャにとっても人たちは欠かせない存在。タカの横にソーニャの席はない、民衆にも馴染めない。そんな彼女の孤独を人たちは受け止めている。ソーニャ抜きに新タカノ団は語れない、逆もしかり、強い結びつきがある。タカノ団つか、日本の団、と言っていい。それは過言。ソーニャは人と親和性が高すぎる。単なる余談だけれども、いずれ人になりそうな気がする。本当に余談。今回注目したのは、ゾッドとグルンベルドのカッコ悪さ。まだ言うか。こいつらのカッコ悪さから、受肉後の人の役割変化と人間ごっこの話をしました。変化は間違いなくしてた。この2体をはじめとした新タカの団幹部。一見かっこよくてご立派。けれど実態は化け物で、行動も強い者に従って人間ごっこしてるだけの、ペラペラチート野郎。また悪口。かっこ悪いけど、これはこれで魅力的よね。タカってなんかうさんくせえな。っていう演出の一部を間違いなくになっている。本質的にいらない子たちで人間っぽく振る舞ってももう戻れない。ってのも悲哀がある。またそいつらを慰めるのが絶対に欲しいものをつかめないそうにゃ。この関係性も素敵だと思う。立体感ある面白いキャラたちだと思います。そうかもだが言い方な。で受肉前と受肉後の人の印象を比較すると、前半の人は化け物だけど人間味が見えてくるって感じだったの。共感しちゃうやつだぜ。一方で後半の人は人間ごっこしてるくせに結局化け物っていうさ、順番が変わってがっかりが前提になっているというか、よりヘイトが溜まりやすい存在になっていると思います。今後次第もあるけどな。そうだね、今のところの話。特にゾットはまだなんかあるはず。ゾットさん。あのゾットがこんなにかっこ悪いのは前振りだと思うんよ。本能に従い続けるのか、再び信念を掲げるのか。この辺を軸にソーニャやグリフィスと関わり、そしてガッツとの戦いでドラマを見せてくれるはず。というか見せてほしい見せてくださいお願いします。私も見たいぜ。はい以上。いろいろ言いましたがかっこ悪い云々は所詮個人の感想です。と強調して終わりましょう。そうな、うちのレイムが言ってるだけだぜ。マリサも共犯だよ。私はあんまり。今回はベルセルクの人について個人の感想に基づいて願望を語りました。バイ。さよなら。